私の名前は純子。会社員の夫、和也と授かり婚をしたのは12年前のこと。それから立て続けに妊娠、出産を繰り返して、一男三女4人の子宝に恵まれた。実はまた妊娠しまして。4人目か。おめでとう。職場にも恵まれ、産休・育休制度を利用して仕事を続ける選択をした私。ブランクのせいで復帰するたびにしんどい思いもしたけれど、同僚たちの助けもあり、なんとかやってこられた。昇進コースからは外れたが、着実に仕事をこなす姿が評価され、お給料も十分な額をもらっている。正直、幼い子供たちを保育園に預けるのは後ろ髪引かれる思いだった。しかし、仕事を終えて迎えに来た私を見つけた時の子供たちのあの表情、愛おしさが爆発する瞬間だ。子供たち自身もたくさんの友達に囲まれ、のびのびと成長。仕事と家庭の両立は本当に目が回る忙しさだったが、子供たちの存在を力に頑張ってきた。そして何より、夫が積極的に育児に参加してくれたおかげで、私は仕事を続けていられたのだ。そんな夫と私たち家族の生活が一変する出来事が起きたのは5年前。まだ末っ子の娘が2歳になったばかりだった。ごめん、来週月曜から金曜まで出張が入った。ワンオペはきついよな。お母さんにヘルプ頼めそうか？5泊も？そうね、お母さんに聞いてみるわ。まあこっちはなんとかなるから大丈夫。気にせずお仕事頑張って。わかった、ありがとう。これまでも日帰りや一泊の出張はたまにあったが、こんなに長い期間夫が家を空けるのは初めてのこと。驚きながらも一人で子供たちの世話をどうやりきろうかということで頭がいっぱいに。結局母に応援を頼み、長男の習い事がある木曜日だけ泊まりに来てもらうことにした。習い事の送迎をするのは夫の役目だったので、私が代わりに行っている間、家で子供たちの面倒を見てもらうためだった。月曜日に夫を送り出してから3日間、運悪く仕事も立て込み、一人で4人の子供たちの相手をするのは骨が折れた。とはいえ、小学生になっていた長男が妹たちの面倒を見てくれ、その成長に感動。いっぱいお手伝いしてくれてありがとう。お父さんが帰ってきたらちゃんと報告しようね。僕、お父さんに言われてるんだ。お母さんをちゃんと守るんだよって。和也がそんなことを？そうなのね。お母さん嬉しいわ。夫の家族思いなところと、そしてけなげに応えようとする長男の姿に思わずうるっときてしまった。本当に和也と結婚してよかった。こんな心優しい子供たちを授かることができたんだから。そんなことを思っていたのだが、木曜日になり母が来て晩ご飯の用意から寝かしつけまでしてくれた。私も習い事が終わった長男を連れて帰宅。食事とお風呂を済ませて長男も眠りについた頃、お母さん、今日は本当にありがとう。助かったよ。いいのよ。久しぶりに孫たちと過ごせて私も楽しかったわ。でも純子、仕事しながら4人を育てるなんて大変ね。今日一日で痛感したわ。まあね。でも和也が協力してくれるからなんとかやってるよ。母とそんな会話をしていると、私のスマホに電話がかかってきた。表示を見ると知らない番号だったが応答。もしもし？もしもし、こちら警察です。純子さんの携帯でお間違いないですか？警察？ご主人の和也さんのことでお電話しました。実は。警察から突然の電話。なんと夫が運転中に玉突き事故に巻き込まれ、意識不明の重体で病院に搬送されたというのだ。
スマホを持つ指先がどんどん冷たくなり、警察官の声が遠くなっていく。相手の話す内容が何も頭に入ってこなかったが、夫が運び込まれた病院の名前をかろうじてメモに書き留めた。私の尋常ではない様子を不安そうに見ている母。電話を切って母と目が合うと涙があふれてしまった。どうしたの？和也が。和也さんがどうしたの？母は私を落ち着かせようと震える背中を察する。深呼吸を繰り返し事情を説明すると、母はすぐに近くに住んでいる弟に電話をかけた。和也さんが出張先で事故に遭ったの。純子を病院まで送り届けてちょうだい。それから子供たちを母に任せ、弟が片道3時間をかけて夫のいる病院まで送ってくれた。助手席では生きた心地がせず、寒くもないのに体がガクガク震える。到着したのは深夜近く。急いで中に入ると、夫は集中治療室で意識不明のまま眠っていた。ベッドに横たわる夫を見て、またもや涙があふれた。神様、どうか和也の命を助けてください。それからの記憶は曖昧だが、私はひたすらに夫の無事を祈り続けた。そして緊迫した状況が続き、事故から3日が経った頃。あ、聞こえますか？和也さん、奥様いらっしゃってますよ。和也。意識が戻ったようです。夫は何とか一命を取り留めた。和也、本当によかった。それから何日かかけてようやく喋れるように。かすれる声で私の名前を呼んでくれた時には、嬉しくて人目もはばからず抱きついてしまった。ご主人は予断を許さない状態です。そしてまだ意識がはっきりしないので断定はできませんが、右半身に麻痺が残っている可能性があります。そんな。リハビリで元通りになる可能性はありますか？残念ですが、以前のような生活を送ることは難しいかと。そんな。どうやら同じ事故に巻き込まれた人の中には、命を落とした人や大やけどを負った人もいるとか。命が助かっただけでも感謝しなくちゃいけないのかも。とはいえ、幼い子供を4人も抱え、その上若くして夫の介護まですることになるなんて。眠っている夫を見つめながら、これからの生活への不安に飲み込まれそうになる。鉛を飲み込んだように胸のあたりが重苦しくなり、思わず病室を飛び出す私。ふとポケットからスマホを取り出すと、待ち受けにしてある笑顔の家族写真が暗い廊下で浮かび上がった。その時、母として妻としての決意が固まったのだ。家族が力を合わせれば絶対に乗り越えられる。今はとにかく和也の意識がはっきりするようにということだけを祈ろう。それからは夫の前では涙を流さないと決め、意識がぼんやりしている時でも明るく声をかけ続けた。その声が届いたのか、夫の状態は少しずつ良くなっていき、会話ができるまでに回復。やはり医者の言う通り、右半身は自力では動かせなくなっていた。そのことを知った夫は呆然自失。初めて夫が嗚咽する姿を目にした。見ている私もつらかったが、ぐっと耐えて夫を励まし続けた。それから2日間は殻にこもるように誰とも口を聞かなかった夫だが、急に左手で生活をするためにリハビリをしたいと申し出た。和也も辛い現実を受け入れて前向きに生きようと決めてくれたのね。私は心底嬉しくて、医者や理学療法士に尋ねたり、本を買って勉強も始めた。夫もリハビリに精を出し、左手を使って車椅子に乗り、一人で移動できるように。自分のため、家族のために強い気持ちでリハビリに励んでくれている姿を見て、胸が熱くなり、夫に惚れ直した。
夫の気持ちも前向きになり一安心。それまで病院に泊まり込んだり片道3時間かけて通ったりと疲労もたまっていたので、私は一度自宅に帰り数日休むことにした。しかしながら夫のことも心配なので、昔子供たちに使っていた赤ちゃん用の見守りカメラを車椅子に設置。深い意味はなかったのだが、これが後に大きな問題を暴くことになるとは、この時の私は想像もしていなかった。久しぶりに我が家で子供たちとゆっくり過ごし、しばらく張り詰めていた心が癒された。やはり私には子供たちの存在が大きな心の支えになっているし、きっと夫にとってもそのはずだ。子供たちも寂しいはずだが、おばあちゃんの言うことを聞いて賢くしているらしい。長男たら夜中に一人で起きてこっそり夜空に向かってお願いしてるんだよ。パパが元気になりますようにって思わず涙が出たよ。あの子ったら、この子たちのためにも私が強くならなきゃ。次の日からは夫の退院後の生活を見据えてバリアフリーへのリフォームが必要な箇所を点検し、業者に相談。その他にも障害年金の申請に必要な書類を集めたりと忙しく動き回った。そして損害賠償について警察や保険会社とのやり取りをしている中で、改めて事故の経緯を聞くことになる。そこで私はある事実に耳を疑った。なんと事故に遭った時、夫の車には同乗者がいたのだ。その人は会社の同僚の女性で、大やけどを負い、夫と同じ病院に運び込まれたらしい。出張先で行動を共にしていて事故に巻き込まれたの？でも事故が起きたのは仕事中ではないって聞いたけど。違和感を覚えていると、スマホにアプリの通知が入った。それは夫の車椅子に取り付けたカメラと連動しているもの。赤ちゃん用なので、対象物が動いた時にスマホに通知が来るようになっているのだ。カメラは常時録画してあり、リアルタイムでも確認できる仕様。私は恐る恐るアプリを開き、カメラが捉えた映像を確認した。車椅子視点の映像は、ゆっくりと病室の無機質なベッドに近づいていく。しかしそれは和也本人のベッドではない。薄暗くて判別が難しいが、誰かが体を起こして夫を迎えている。夫は車椅子から降り、手すりを伝ってベッドに体を預けた。そして布団の中に体を滑り込ませて、これって。それからしばらく私はベッドの上でもぞもぞと動く物体を見続けた。はっと我に返り、慌ててアプリを閉じる。ちょっと待って、今私が見た映像は何？夢を見てるの？必死に考えるが頭は混乱し、頭痛がしてきた。その日は食事も取らずに布団に潜り込んだが、眠れるはずもなく朝になった。翌日、久しぶりに夫の病院へ。ああ、純子、ありがとう。いいのよ。昨日の映像がフラッシュバックしてきて、夫を直視できない。どうしようかと思っていたら、背後でドアのノック音がした。はい？ドアを開けると、夫の上司が見舞いに来てくれていた。どうも、わざわざありがとうございます。ご迷惑をおかけして申し訳ありません。お世話になっております。いや、今回のことは大変だったね。純子、ちょっと席外してくれるか？うん。夫も上司も言葉に含みがあるのが気になった。少し離れたところで待っていると、10分もしないうちに上司が退出。私は静かに後を追い、お礼を伝えるために声をかけようとした。しかし上司の足はとある病室の前で止まり、ドアをノック。影に身を潜め様子を伺うと、女性の声で「はい」と聞こえ、上司は中に入っていった。
多分この病室に和也の車に乗っていた女の人が入院しているのね。容体は大丈夫かしら。同じく数分で上司は部屋から出てくる。私は帰ろうとする上司を呼び止めた。すみません。ああ、和也くんの奥さんでしたか。今日はわざわざお越しいただいてありがとうございました。一つお伺いしたいのですが。私はただ単に夫と同乗していた女性の容体を尋ねようとしていたのだが、上司の顔色が明らかに曇った。どうされました？いや、今回の件は私どもも驚いていまして。そうですね。私たち家族もショックを受けています。社員のプライベートまで監視するのは会社の役目ではないとはいえ、そのきっかけになってしまったことは誠に遺憾に思っております。いいえ、今回のことは残念ですが、運が悪かったとしか。出張先で事故に遭うなんて誰も予期できませんからね。出張？ええ、同僚の方と一緒に出張に出ていた先での災難だったんですよね。その方の容体をお尋ねしたくて、一応ご挨拶に伺おうかと。いや、それは。言いよどむ上司に不信感を抱き問い詰めると、ご存じないんですね。一つお伝えするとすれば、和也くんが事故に遭った日は彼は有給休暇中でした。それ以上のことは彼自身に直接聞かれた方が。それでは失礼いたします。お大事に。そう言って小走りで逃げるように去っていった。その場に一人残され、呆然と立ち尽くす私。和也、私に出張だって言っていたのは嘘だった？上司の言葉を反芻しながら頭の中で点と点がつながっていく。昨日あのベッドで和也を迎え入れた人は同僚の女性。そしてその人は和也の浮気相手。事故当日、私に嘘をついてその人と二人でデートしてたのね。こんなにも心を砕いた相手に実は裏切り行為をされていた。私はすべてが馬鹿らしくなり、思わず笑いがこみ上げた。浮気中の事故とも知らずに、私は夫の無事を神様に祈ってたの？和也の事故は天罰だったのね。一気に冷めた私は、体調が悪いから帰るねと夫に短いメッセージを送った。そして夫の病室には戻らずにそのまま帰宅。その晩もアプリから通知が鳴り、夫の車椅子が動き出したことを知らせる。タップして映像を見ると、またもやベッドの上でもぞもぞと動く物体が映し出されていた。無表情のまま最後まで見続けたが、アプリを閉じると怒りと悔しさで涙が流れた。はっと気づくと後ろに長男が立っていた。慌てて涙を拭う私。お母さん、大丈夫？大丈夫よ。心配かけてごめんね。僕がいつでもお母さんを守ってあげるからね。ありがとう。お母さんも何があってもあなたたちを守り抜くからね。そうだ、私には守るべき子供たちがいる。天罰を受けた上に懲りずに夜な夜な仰せを重ねている裏切り者とは離婚してやる。私は心に誓った。それからはアプリで証拠の映像を集めつつ、そしらぬ顔で夫の見舞いへ。そのうちに許可が下り、夫は退院することになった。そして退院当日、家に着くなり夫は上機嫌にこう言った。いやー、久しぶりの自宅は最高だな。子供たち家で待ってくれてるんだろ？いや、子供たちはいないわ。お母さんと一緒に出かけているのか？あれ？なんか物がすっきり片付いているような気がするけど。私、子供たちを連れて実家に帰らせていただきます。はあ？やっと退院してきたってのに何言ってるんだ？理由はあなたが一番よく知ってるんじゃない？黙り込む夫。
もしかして俺の上司に変なこと聞かされた？あの人虚言癖で有名なんだ。だから言ってることを信じちゃダメだぞ。虚言癖？あなたが同僚の女性と浮気中に事故に遭ったってこと？そうだ、それは全部あの人の勘違い、作り話だ。それから同じ病院に入院中の彼女のベッドへ車椅子を使って予売してるってことも？直近の1週間で言うと月曜、火曜、木曜、土曜、水曜日と金曜日はリハビリで疲れちゃったのかしら。なんで？どうせカマかけてるんだろ。そんな子供騙しするわけないでしょ。こちらには証拠がありますので。いい加減なこと言うな。わかったよ、離婚だ。話が早くて助かるわ。それじゃあ後の話は弁護士を通しましょう。わかったよ。私は車椅子の夫を一人残し、荷物をまとめてその場を去ろうとした。この薄情者、こんな体の俺を見捨てるのかよ。たとえ俺の浮気が原因だとしても財産分与は半分な。夫がそう言い捨てるのを背中で聞き、小さくこうつぶやいた。あなたは何も知らないのね。もう全部手を回してあるから、すべてあなたの自業自得よ。は？なんか言ったか？その後正式に離婚が成立。元夫は私の結婚前からの貯金や財産まで自分に分け前があると思っていたようだ。私は浮気の証拠集めと並行して保険の仮差し押さえや財産の整理などを行っていた。そのおかげで損をすることもなく財産分与を終えたのだ。そして見守りカメラの映像が決め手となり浮気を認め、慰謝料と養育費もきっちり支払われた。離婚後、元夫から鬼電がかかってきたので仕方なく出ると、子供たちに会いたい。どこにも行けずに家でうつうつとしている。純子戻ってきてくれ。俺が悪かった。事故の保険金や賠償金を受け取ったものの、慰謝料と養育費で残りはわずか。浮気相手との関係は自然消滅し、生涯年金でつつましやかに暮らしているようだ。そして遠方に住む義母が認知症を発症し、一人息子の元夫が面倒を見ることに。しかし車椅子の彼が介護するのは不可能なため施設に入所させたが、その費用を工面できずに借金。心も体も懐も不自由で今にも消え入りそうな声の元夫。だから言ったでしょ。全部あなたの自業自得よ。そう一言告げて電話を切った。一方の私は長らく休みをもらっていた職場に復帰し、バリバリ仕事をこなす毎日。両親のおかげで子供たちにも寂しい思いをさせずに楽しく暮らしている。相変わらず目まぐるしい日々だが、これからも前だけを向いて子供たちのために頑張っていこうと思っている。